こんにちは、ジパング55のタカです。今私は武雄温泉駅に来ています。今回は佐賀県の武雄温泉駅近くにある三船山楽園ホテルをご紹介します。2015年頃からチームラボとコラボし、ホテル内や庭園を音と光で鮮やかに彩っています。温泉内にあるサウナの種類も多く、日本全国のサウナを評価するサウナシュラングランプリを3年連続獲得し、殿堂入りしているそうです。そんな異色のホテルをたっぷりご紹介したいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。今回の三船山楽園ホテルは佐賀県の武雄温泉駅にあります。東京から飛行機で向かう場合、長崎空港から車で40分ほどです。新幹線の場合、7時間ほどかかります。車が運転できるようでしたら、長崎空港から車で向かうのが楽だと思います。武雄温泉駅からはバスで20分ほどです。前日の21時までに予約すれば、無料のシャトルバスも利用できます。武雄温泉駅は、2022年に西九州新幹線が開通したことで、福岡、長崎の双方からアクセスが良くなりました。長崎から武雄温泉の間はフル規格新幹線、武雄温泉から博多間は在来線特急で運行され、武雄温泉駅のホームで乗り換える方式になっています。駅も新しく、綺麗でした。観光などで到着時間がわからない人は、駅からタクシーで宿まで向かってもいいかもしれません。バスの案内は電光掲示板だったので分かりやすかったです。バスで向かう場合、三船山楽園駅で降車します。ホテルが丘の上だったので結構坂道を歩く必要があり、歩きだと少し大変ですね。タクシーや無料シャトルバスを利用した方が楽だと思います。こちらが三船山温泉です。外観はあまり目立たないいでたちですね。入り口は草で彩られていました。夜に庭園がライトアップされるので、宿泊客じゃなくても訪れることができるそうです。どのようなライトアップなのか説明文も記載されていました。それでは中に入りたいと思います。ホテルのロビーから世界観が溢れ出ていますね。最初から圧倒されてしまいます。ここでチェックインを行います。チェックインが終わると、ウェルカムドリンクを提供してくれました。ドリンクは抹茶ラテなど数種類から選べます。今回は柚子茶にしました。簡単な砂糖菓子も一緒に提供してくれました。それでは部屋に向かいたいと思います。2から3階に客室があり、1階にロビー、大浴場、食堂、庭園の入り口があります。客室までは係の方が案内してくれました。こちらが今回宿泊する和室のお部屋です。椅子も2脚あり、机もあります。テレビは少し小さめですね。冷蔵庫もありました。中にはお酒やジュースがありますが、有料ですね。ピッチャーに入ったお水は無料で飲めるようです。クローゼットの中にはバスタオルと浴衣がありました。消臭スプレーもありました。浴衣と一緒に足袋と手持ちの袋もありました。金庫もありますね。お茶もあり、部屋で飲めるようですね。ケトルにはお水がすでに入っていました。空気清浄機もありますね。窓からの景色も見てみたいと思います。私の宿泊した部屋の景色はそんなに良くなかったですね。
洗面所は旅館の洗面所といった感じですね。アメニティは一式置いてありました。歯ブラシなどは箱に入っていました。洗顔や化粧水もありました。旅館にしてはしっかり置いてありますね。ドライヤーは無印のが置いてありますね。お風呂もありました。大浴場があるので、部屋のお風呂はあまり使わなそうです。トイレも一般的な広さですね。水回りも全体的に綺麗ですね。今回こちらのお部屋に一泊します。部屋は一般的な旅館といった感じでした。朝席付きで一泊一人22,000円です。少しお高めですが、施設の内容を考えたらそれぐらいするかもしれませんね。このホテルはご紹介した通り、チームラボのライトアップとサウナが売りです。チームラボの案内チラシもいただきました。概要の説明が書いてありました。ホテルに隣接している庭園がライトアップされています。庭園は広く、ゆっくり回ると1時間30分ほどかかるそうです。道が山道なので、靴などで移動した方がいいかもしれません。館内にも廃墟をテーマにした展示がされているそうです。ライトアップされている場所の説明も一つ一つ書いてありますね。サウナの手引き書もありました。サウナが充実しているので、どのように入るといいのか記載がありました。こういった手引きがあるのは初心者には嬉しいですね。場所は広々していて、ドライサウナ、スチームサウナなど複数のサウナが用意されています。またお風呂場内に休憩室も用意されており、そこで過ごすことができます。なかなかない経験ですね。オリジナル用品も販売していました。館内案内もありました。バーや茶屋もあるようですね。客室数はそんなに多くなさそうですね。それではこれから廃墟エリアに向かいたいと思います。館内の一部を作品にしているのがまたすごいですね。本当の廃墟のようです。同じ旅館の館内とは思えませんね。真っ暗なので周りがわからないです。写真で撮ると本当に廃墟のようで少し怖さもありますね。奥には炎を映した映像が流れていました。少しおどろおどろしい音楽も流れていました。写真で見ると綺麗さが出ますね。別の場所では以前浴場として使っていた場所にオブジェを置いてライトアップしていました。以前使われていた場所にこういったオブジェがあるのは面白いですね。人が通ると花が出てくる演出もありました。こういった当時使われていたものをそのまま残しています。夜の時間帯はさらに幻想的な世界になるようなので楽しみにしたいと思います。それでは大浴場に向かいたいと思います。大浴場は少し離れていました。それではゆっくり入ってきたいと思います。外の休憩室にはにがり水が置いてありました。にがり水は老廃物の排出を促してくれるらしいです。こういったものが用意されているのは嬉しいですね。お風呂は本当にすごかったです。露天風呂などでもゆっくりできましたが、サウナの種類も多く、水風呂もプールのようになっていました。寝そべれる場所も多かったので、サウナで汗をかき、水風呂の後に横になれるのが良かったですね。休憩室には自家製プリン、デトックスウォーター、ドライフルーツがありました。プリンは本当に美味しく、何個でも食べれてしまいそうでしたね。一番驚いたのは焚き火があり、そこでかんころ餅という少し固めのお餅を焼くことができます。裸で焼くので少しシュールに思いますが、お風呂上でこんな体験までできるのは新鮮でしたね。お風呂のためにここに来る人の気持ちもわかりますね。男女で施設内容は異なります。夜と朝で入れ替えになるので、両方楽しんでみてください。日帰り入浴もできますが、1回5000円ほどかかるので、宿泊した方がお得のような気もします。
それでは夕飯を食べに行きたいと思います。夕飯会場は1カ所で、時間をずらして利用するスタイルでした。料理も種類が豊富ですね。日本酒などのお酒の種類も多いですね。料理は席に着いてから順番に運んできてくれました。最初はお刺身やサラダ、冷製スープなどです。味はどれも美味しく、お魚も多いですね。佐賀も近海に美味しいお魚が取れる場所が多いので、お料理も美味しいです。温野菜や白身魚のパイ包みがありました。レモン汁をかけて食べます。変わった料理でしたが、美味しかったですね。白身魚をこんな風に料理して食べるのは初めてでした。Ago旧佐賀牛の蒸し焼きです。大分も近いので、地獄蒸し焼き料理をモチーフにしているのかもしれませんね。佐賀牛を食べれるのは嬉しいですね。ナスの付け合わせと一緒に食べます。蒸し焼きなので、程よく油も落ちてとても美味しかったです。ポン酢つゆがよく合いますね。佐賀は佐賀牛などブランド肉があり、美味しい料理も多いです。カレーも提供されました。こちらも佐賀牛を使ったカレーらしく、美味しそうですね。お好みでスパイスを加えて食べるそうです。にもできるので、たくさん食べたい人は嬉しいですね。締めで鍋を提供いただきました。お野菜を入れるタイミングなど、細かく指示がありました。昆布だしが効いていて、とても美味しかったですね。お野菜も多く、最後の方に出てきましたが、ペロッと食べれてしまいました。締めは雑炊にしてくれました。これも出汁が染み込んでいて、美味しかったですね。デザートは抹茶アイスでした。料理の量は程よく、食べきれない量ではなかったですね。カレーや雑炊はご飯の量を調整できるので、足りない場合はおかわりすればいいと思います。それではライトアップされた館内と庭園を見てみたいと思います。ロビーのライトアップも変わっていました。昼間とは違った印象を受けますね。ロビーにつながった違う場所には、広いホールに炎の映像が流れ、水辺の水は磁石のような動きをしていました。先ほどの廃墟も、夜になると雰囲気がガラッと変わりますね。夜の方がより綺麗に見えました。別のエリアでは、自分で描いたトカゲが動き回っていました。自分のイラストが動いているのは面白いですね。それでは庭園のライトアップを見に行きたいと思います。紫色のライトアップで、すでに幻想的な雰囲気でした。会場はエリアごとに分かれており、看板を頼りにそのエリアに向かっていきます。エリアには番号が振られた作品がありますが、作品案内の看板などはないので、自分たちで見つける必要があります。は決まっておらず、自由に歩いて回ります。アプリもあり、地図と連動しているので、自分たちがどの作品に近いか調べることができます。正直、道も暗く山道なので、アプリがないと自分がどこにいるのかわからなくなってしまいますね。ライトアップと音楽で異世界に迷い込んだようでした。それでは作品を見ていきたいと思います。赤くなっちゃった。チームラボのみを訪れる方の入り口もありました。エリア地図もありますが、道が複雑なので、なかなかわかりにくいですね。iPhone の写真だと、実際よりも少し漏れて撮れました。おそらく光量の問題だと思いますが、実物は気持ち暗めです。池の中に鯉を移して泳がせる演出がありました。東京の豊洲にあるチームラボでも行われていますね。
この幻想的な光景はなかなかインパクトがありました。ただ先ほどもお伝えした通り、実際は少し暗めです。実際の道に光を当てることで、まるで絵画のように切り出されたようでした。この中に進むと、さらに異世界へ進んでいくような感覚になります。一番奥には洞窟内にお地蔵様がいました。これはこれで雰囲気がありますね。暗いということもあり、場所によっては少し怖さもありましたね。幻想的な庭園を見ることができますが、暗く、少し参道なので、散策する際は注意をしてください。それでは汗もかいたので、一度お風呂に入り直してから、今日はもう休みたいと思います。おはようございます。早速朝食をご紹介します。ドリンクやサラダなどはビュッフェ形式でした。ローストポークも提供していました。ドレッシングも種類が多いですね。油揚げを炭火で焼き、お味噌汁に入れて食べます。お味噌汁に入れると、焼きたてなのでパチパチと音を立てていました。味はかなり美味しかったですね。漬物と土鍋ご飯があり、とても箸が進みそうですね。朝食もボリュームがあり、美味しそうですね。海苔も温めて食べることができます。海苔を常に温められるのは嬉しいですね。ご飯が進みそうな料理が多く、美味しそうですね。湯豆腐などもありました。朝食は美味しかったですね。油揚げや海苔を温かいものが食べられるのは斬新でした。土鍋ご飯でお米も美味しく炊けているので、どんどん食べれてしまいますね。朝食会場はチェックイン時に時間を指定するので、混雑している様子はなかったです。ゆっくり朝食が食べれるのはいいですね。残りを食べてしまいたいと思います。それでは今回の御船山楽園ホテル、いかがだったでしょうか。今までに泊まったことのない一室のホテルでしたね。皆さんも長崎や佐賀に来た際は、宿泊の検討に入れてみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。